ロボットが人間の職業を奪う時代という言葉を聞いたことがありますか？あなたが今日コンビニで買い物をしたとき、レジに人はいましたか？セルフレジが当たり前になってもう何年も経ちます。でも、これはほんの始まりに過ぎません。実は今、世界中で何百万人もの仕事が静かに機械に置き換えられています。気づいていない人がほとんどです。あなたが知らないうちに、その波はすでにあなたのすぐそこまで来ています。倉庫の中では、ロボットが商品を運びます。工場の組み立てラインでは、人間の手はほとんど不要になっています。銀行の窓口業務も、自動化が急速に進んでいます。ある調査では、現在存在する職業の約半数が、今後数十年で自動化される可能性があるとも言われています。半数です。あなたの職場の2人に1人分の仕事が消えるかもしれない。そう考えると、少し背筋が寒くなりませんか？少し歴史を振り返ってみます。産業革命の時代、蒸気機関が登場しました。当時の人々は、機械が仕事を奪うと恐れました。でも実際には、新しい仕事が次々と生まれました。工場労働者、鉄道員、技術者。機械は人間の仕事を奪うのではなく、変えるだけだと言われてきました。スマホが登場した時も同じです。写真屋が減りました。地図を印刷する仕事が減りました。でも一方で、アプリ開発者が生まれ、配達員が増えました。技術が変わっても、人間は適応できる。長い間、そう信じられてきました。では今回も同じことが起きるのでしょうか？ここが、今という時代の怖さのポイントです。今の自動化は、これまでとは根本的に異なります。昔の機械は、体を使う仕事を代替しました。重いものを運ぶ、同じ動作を繰り返す、そういった仕事です。でも今の人工知能は、頭を使う仕事にまで踏み込んできています。文章を書く、絵を描く、法律の文章を読む、病気を診断する、これらはかつて機械にはできないと思われていた仕事です。弁護士の補助作業の多くがすでに自動化されています。医師が画像を見て診断する作業でも、人工知能が人間と同等以上の精度を出すことがあるという報告もあります。経理担当者が手作業でやっていた集計は、もうほぼ自動です。驚くべきことに、創造的な仕事は安全だという考え方も少し怪しくなってきています。あなたが、これは人間にしかできないと思っている仕事、本当にそうでしょうか？もし2050年に目覚めたら、あなたの周りはどんな世界でしょう？朝、食事を準備するのはロボットです。宅配便を届けるのも無人の機械です。タクシーに人間の運転手はいません。介護施設ではロボットが高齢者の体を支えます。工事現場では人間の作業員の姿はほとんど見当たりません。それでも人間の仕事はあると思いますか？はい、あります。でも、それは今とは全く違う種類の仕事です。機械を管理する人間。人間同士のつながりを作る仕事、感情に寄り添う仕事。問題は、今の学校教育でそれを教えているかです。あなたの子供や孫は、今まさに存在しない仕事のために準備をしなければなりません。それが2050年という時代です。では具体的に、どんな仕事が危ないのでしょう？まず、同じ作業を繰り返す仕事は危険です。データ入力、単純な電話対応、書類の整理、こうした仕事は、すでに置き換えが始まっています。次に、決まったルールに従って判断する仕事も注意が必要です。保険の審査、会計処理、一部の法律事務。一方で、生き残りやすいとも言われている仕事があります。人の気持ちを理解する仕事、子育て支援、カウンセリング、教育、また、機械が苦手な、不規則な動き、
が必要な仕事、配管工事、庭師、細かい手作業が必要な職人技、さらに新しい技術そのものを作る仕事、これはしばらく人間が担い続けるでしょう。でも油断は禁物です。生き残りやすいと言われていた仕事が数年後に消えていた。そんなことが今後起きないとは誰も言い切れません。ここで少し立ち止まって考えてほしいことがあります。ロボットや人工知能が仕事を担うようになった世界で人間は何をするのでしょうか。一つの考え方は解放です。人間が単純作業から解放されてもっと豊かで創造的な時間を持てる社会、実はこれを積極的に設計しようとしている国や研究者もいます。週4日労働の実験が各国で進んでいます。機械が生み出した利益を全国民に分配する基本収入という仕組みの検討も始まっています。これが実現すれば、あなたは働かなくても生活できるかもしれない夢のような話に聞こえます。でも一方で、仕事を失うことで生きがいや社会とのつながりを失う人が増えるという懸念もあります。これは技術の問題ではなく人間の問題です。私たちは機械が変えた社会の中でどう生きるかを選ぶことができます。その選択を私たちは今まさに迫られています。最後に少し現実的な話をさせてください。でも自分には関係ないと思いましたか。それが一番危険な考え方かもしれません。スマホが登場した時、自分には関係ないと言っていた企業や個人は気づいたら取り残されていました。変化は突然来るわけではありません。じわじわと、でも確実に日常に入り込んできます。今あなたにできることがいくつかあります。まず、自分の仕事の中で繰り返し作業と判断、創造の作業を分けて考えてみてください。繰り返し作業が多ければ自動化のリスクは高いです。次に、人間同士のつながりを大切にすることです。機械が決して代替できないのは人の気持ちに本当に寄り添う力です。そして学び続けることです。今の時代、一つのスキルで一生安泰という考え方は通用しなくなってきています。あなたの子供や孫が生きる世界はもう始まっています。でも、その世界をどう形作るかは今の私たちにかかっています。ロボットが仕事を変える時代はすでに始まっています。問題はあなたがそれに気づいているかどうかです。今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。